皆さんこんにちは、ガジログです。今回はユミデジの G3 タブというタブレットをご紹介していきたいと思います。こちらはユミデジ様の方から送っていただいたものになります。Amazon ではすでに販売は開始されていますが、少し前からね、ちょっと気になっていたタブレットなんですね。1万円台前半のお値段で購入できますので、使用においてこれでも全然問題ないということが分かれば、非常にコスパのいい一台になるんじゃないかなと思います。ということで、この後に開封、そしてファーストインプレッションという形で進めていきたいと思います。というわけで本日も行ってみましょう。開けていきます。オープン。ということでね、タブレット本体と、ちゃんと日本仕様の USB 充電器が入っています。そしてね、USB Type-C の充電ケーブルも入っています。そしてこちらがね、本体になりますけど、なかなかいい感じの重さですね。そして背面になりますが、ブルーのモデルになりますけども、いいですね。このテクスチャーすごく肌触りが良くて、程よい滑り止め感とサラサラ感っていうのがね、両方兼ね備えてるなという感じになります。ではこのまま外観の方をチェックしていきたいと思いますが、こちらね、AI カメラという形で800万画素のカメラ、そしてこちらフラッシュだと思いますが、ちゃんと LED のフラッシュがついているようです。この辺もね、意外ですね。そしてね、こちらになりますけど、マイクロ SIM カードのスロット、そして TF カードとありますが、マイクロ SD のカードになりますね。開けてみましたけども、こんな感じのスロットになっています。トレイがあるわけではなく、差し込むっていう形になりますね。押し込んでロックされ、そしてまた押して出すっていう感じですね。そしてさらに 3.5mm のステレオイヤホンジャックもついています。そしておそらくこちらはマイク穴じゃないかなと思います。そして充電ポートは USB Type-C になっています。反対側を見てみますと、こちらにスピーカーと思われるものがついています。こちら側にね、2つついているわけですね。ですので、正面から見まして、右側に2つスピーカーがついていることになります。こう持った時にこちらから出るっていう感じになりますね。そして上部になりますけども、電源ボタンだと思われます。ボリュームキーがついています。そしてフロントにはこちらに顔認証対応のカメラ800万画素のものがついています。ではね、重さの方を測ってみたいと思います。こちらのスケールであれば 574.5g となりました。というわけでディスプレイにはこのようなね、主な特徴が印刷されていますけど、10.1 インチのこちらのディスプレイ、解像度は 1280×800 という解像度になっています。そしてフロントとリアは800万画素ですよと出ています。CPU はメディアテック製の8766というね、プロセッサーになっていて、クワッドコアになっています。メモリーは 3GB、ストレージは 32GB になっています。またバッテリーに関しましては 6000mAh となっていて、結構ね、大容量のものが積まれていますね。そして特徴的になりますが、プレミアムレザーフィールデザインとありますが、こちらの背面にありますこのデザインが非常にね、レザー調になっているということで、滑り止めも兼ね備えているのがいいですね。そして動作します OS は Android 13ということで、最初からプリインストールされています。そしてね、ここを見ていただきますと、最初からフィルムが貼られていることがわかります。改めてね、何か購入してフィルムを貼るっていう必要はないのが、これはね、めちゃめちゃ嬉しいですね。では、電源を入れてみたいと思います。今ね、電源入れましたらブルッと震えまして、バイブも搭載されていることがわかりました。ユミデジと出てきましたね。そして言語設定の中で一番下の方になりますけど、ちゃんとね、日本語も対応していますので、安心して使うことができます。はい。ようこそと出てきましたが、開始にしていきたいと思います。というわけで、これから初期設定をしてしばらく使った後にファーストインプレッションをお届けしたいと思います。はい。あれからですね、1週間ほど使ってみた上でのファーストインプレッションをこれからお伝えしたいと思います。まず最初に使っていてよかったなっていうのは、やっぱりこのね、ボディの質感がお値段以上じゃないかなというぐらいのクオリティになっています。特にこの辺のエッジの加工あたりなんですけどもね、金属ではないんですけども、なかなか作り込みがいいんですよね。こういったボタン周りもそうなんですけども、お値段の割には安っぽさっていうのは感じません。そしてね、次にここは良かったなっていうのは、こちらになりますね。Wi-Fi の右側になりますが、ボルテ 4G とアンテナマークが出ています。こちらはですね、今、KDDI の POVO の SIM カードを差し込んでいるんですけども、なんと通話にも対応していますし、データ通信にも対応しています。対応していたとしてもデータ通信のみかなと思ったんですけど、なんとこちらのアプリ見ていただきますように、電話アプリが最初からプリインストールされていまして、通常の音声通話として電話を相手にかけることができます。では、こちらのスマートフォンに今電話かけてみたいと思います。電話かけたらこのようにね、
0枚今切っているよっていうことがわかりますね。これはね、さすがに驚きでしたね。この1万円台前半のタブレットがなんと通話にも対応していたっていうのはちょっと驚きでした。ですので、10インチサイズのスマートフォンと思っていただいても過言ではないのかなと思います。こちらのね、SIM カードのスロットがあるんですけども、こちらに差し込んだだけで povo の SIM カードは認識し、APN などの設定が全く必要ありませんでした。ただですね、SIM カードを差し込む際に注意しなければいけませんのは、まずサイズがマイクロ SIM カードに変換しないといけないっていうことになります。私の場合ナノ SIM カードになっていましたので、マイクロ SIM カードのアダプターを取り付けて、こちらの方に差し込んでいます。しかもこの向きを注意してくださいと出ていますが、この向きをね、間違えますともう多分抜けなくなってしまうんじゃないかなっていうぐらいシビアな感じになっていますので、この向きを必ず厳守するということになります。で、押し込むとロックされて止まります。またさらに押し込みますと抜けるっていう形になります。ただアダプターによっては厚みがありますと抜けなくなる可能性もありますので、かなり要注意した方がいいかなと思います。そしてね、次にファーストインプレッションとして、ここは意外だったなっていうのは、こちらのディスプレイですね。最初にスペックでご紹介しましたが、1280×720 という解像度になっていて、決して今のね、フル HD とか、それよりも解像度の高いディスプレイではありません。初めてこちらのディスプレイを見たときに、お値段相応で結構粗さが目立つなと思ったんですが、もうね、1日使っただけで慣れてしまいまして、何にもね、これ粗いなというふうには思いませんでした。Google マップを使ってディスプレイがどんな感じなのか、合わせて動作感もご覧ください。起動速度はこんな感じになります。現在ね、東京を表示してあります。今ようやくね、Google マップがこのように起動してきましたが、表示の速度はこんな感じになっています。そしてこのように拡大していますけど、描画の速度はいかがでしょうか？劇的に遅いっていうわけではありませんが、必ずしも速いっていうわけでもないかなという感じですね。一昔前のスマートフォンという感じはします。そして航空写真も見てみたいと思います。はい。描画の速度、今ね、Wi-Fi で接続しているんですけど、いかがでしょうか？国立競技場を拡大してみたいと思います。このトラックの部分もね、しっかり描画されていますし、何かコーンが立っているのもわかります。ということで、何もね、荒いなという感じはしませんので、実用上全く問題ないレベルじゃないかなと思います。そして拡大と縮小になりますけど、こんな感じになります。初めて描画するところは読み込みに時間が必要になりますので、やっぱり一昔前のスマートフォンというような感じになっています。使用上ね、お値段のことを考えればこれぐらいが妥当なのかなという感じはします。では Yahoo ニュースをですね、Chrome のブラウザで開いてみたいと思います。横向きになりますとね、ちょっと余ってしまう部分がありますけども、別に特段見にくいっていう感じはしません。このね、私の指の動きに対しまして追従性っていうのは若干遅れてるかなっていう感じはします。そしてね、今縦表示になりましたけど、ちゃんとね、パソコンで表示してあるような状態になっています。そして拡大してみますね。そしてページを書いてみます。読み込み速度はこんな感じになっています。そして下を見ていただきますとこんな感じになりますね。やっぱり指の動きに対しまして若干遅れてるかなという感じはしますけども、実用上全然問題ないレベルかなと思います。お値段のことを考えてしまえばこのぐらいが仕方ないかなと思います。ということで動作に関しましてはややねもっさりしてるかなという感じはしますけど、ギリギリ許容範囲というレベルになっています。この辺は最近のスマートフォンのような動きを求めてはいけないのかなという感じですね。一昔前のスマートフォンの動き、そして搭載されているチップに関しましてはメディアテックの MT8766 ということでギリギリ許容できる範囲にはなっています。では最後にこのユミレジ G3 タブのスピーカーから出てくる音についてご紹介したいと思います。こちらも最初にお伝えしましたけど、サイドにデュアルスピーカーということでね、ステレオ仕様になっています。ではね、サンプルとして著作権フリーの音楽をちょっと流してみたいと思いますので、聴いていただければと思います。
低域と中域に関しましてはあまり音は出ていませんが、高音がメインとして出ている、そんな感じになっています。そしてね、最後カメラの性能になりますが、こんな感じで撮影することができます。ピントもね、合わせることができます。はい。というわけで、ここまでユミデジの G3 タブという10インチのタブレットについてご紹介しましたが、いかがだったでしょうか。やっぱりね、動作に関しましては、お値段相応という感じにはなっていますので、高性能なものは求めていきません。受動的に YouTube や動画サイトですね、プライムビデオや YouTube、TVer などの動画を見る方にとってのビューアーとしては、すごくいいんじゃないかなと思いました。確かに個人的に TVer をすごい見たんですけど、それはね、なかなか良かったですね。使い勝手がめちゃめちゃいいなと思いました。このサイズになりますとね、やっぱりある程度迫力出てきまして、動画を見る方にとっては非常にいいサイズじゃないかなと思います。音に関しては残念ながらね、右側からしか出てきませんので、ワイヤレスイヤホンなどを使って両方からしっかり聞くってことがいいんじゃないかなと思います。というわけで本日は以上となります。この動画が良かったよという方は高評価、そしてまだの方はぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。